時折心の奥からふつふつと湧き上がるやる気に満ちた一日が静かに幕を開ける春。スコティッシュフォールドのモンチにとっては命の巡りを感じる寒毛の季節だ。短毛とは呼べず中長毛と呼ばれるその毛並みは指先に触れるとしっとりと柔らかく、しかしこの時期になると一本一本がふわりと空へと旅立っていく。5センチにもなるその長い毛がまるで春風に乗って部屋中を静かに待っている。今日のような少し特別な朝にはまず最初にモンチのブラッシングに取り掛かる。櫛を優しく通すたびさらさらと毛がこぼれ落ち、冬の名残がゆっくりと溶けていく。だけど嫌なことをした後には必ず小さなご褒美を。できることなら彼が満足するまで何度でも何時間でも一緒に遊んであげたい。けれど今日という日はやらなければいけないことが山ほどある。名残惜しさを胸に抱きながらブラシについたモンチの毛をそっと取り除き、ようやく重い腰を上げる。普段ならつい後回しにしてしまう掃除に今日こそはきちんと取り掛かろうと心に誓いながら、ベッドメイキングを簡単に終えた後、私は静かに洗濯機へと向かう。一人暮らしの日々、洗濯機の音が家中に響き渡るのは2日か3日に1度だけ。毎日ではないからこそ洗濯機を回すその瞬間には小さな達成感のようなものが胸に広がる。次に取り掛かるのは床掃除。日本の家庭ではおなじみのクイックルワイパーを手に取る。掃除機派の人もいるだろう。きっとそれも正しい。けれど私はただ目に見えるほこりや髪の毛を取るだけでは物足りない。知らぬ間に染みついた床に潜む汚れたちを本当に取り除きたいと思っている。そのためには水拭きが欠かせない。一時期ルンバに任せきりだった日々もあった。けれどルンバの愛らしい動きとは裏腹に、本当にきれいになっているのかという疑問がいつしか心の中に積もっていった。結局たどり着いたのは手にしたクイックルワイパーで静かに静かに自分の手で床を拭き取るという、そんな原点のようなやり方だった。繰り返しのようでいて一つ一つがささやかな営み。そんな日常を今日も静かに紡いでいく。家事をしているといつも必ずモンチが遊びに来てくれる。ベッドメイキングをする時も洗濯機を回す時もクイックルワイパーをかける時も料理をしている時も、彼はまるで小さな助手のようにそっと私のそばにやってくる。モンチが遊びに来てくれると自然と心がふわりと晴れやかになる。疲れやめんどくささも彼の存在だけで不思議と軽くなるのだ。日本語には猫の手も借りたいという言葉がある。それは忙しすぎて誰でもいいから手伝ってほしいと思うほど働き手が足りない様子を表す言葉だ。幸いなことに
私はまだモンチの手を借りるほど切羽詰まってはいない。けれどもしかしたらいつか彼の小さな手にも頼らなければいけない日が来るかもしれない。こうして彼が私の周りをのんびり歩き回ってくれるおかげで、一人暮らしでも私は寂しさを深く感じることがない。今日はようやく待ちに待ったロールスクリーンが家に届いた。梱包をほどき、さあ設置しようと意気込んだのもつかの間、説明書を開いた瞬間、目の前に立ちはだかる無数の工程とドライバーをご用意くださいの文字に、私は静かに絶望した。家にドライバーはない。それを知った途端、気持ちはすっかり失速して、脳の歯車は音もなくピタリと停止してしまった。こんな時は無理に進もうとせず、風に身を任せるように流れに従ってみよう。私は一旦作業を中断して外の世界へと飛び出した。空気を吸い込むだけで心がほぐれていく。クリエイターとして朝から晩までパソコンに向かい、部屋の中で世界を完結させていると、時々自分の存在すら曖昧になってしまうことがある。けれど一歩外に出れば思い出す。ああ、私は今鎌倉というこの美しい土地に生きているのだと。大通りから一本それた細い道を進めば、まるで時間の流れそのものがふんわりと緩んでいくのを感じる。そんな小道の先にある馴染みの八百屋で、私は大きな大根を見つけた。たった150円という値段が信じられないほどみずみずしく艶やかで存在感のある大根だった。そして一緒に一つ50円の卵も買い求める。きっと今朝農家の人たちが丁寧に集めたばかりなのだろう。買い物袋を片手に再び家へと戻った。家から帰ったらどんな時でもモンチにただいまの挨拶をする。これは私と彼の日課である。さて、思いがけず手に入れた大根。せっかくならこのみずみずしさを生かして優しいスープを作ることにした。葉の下3分の1が薄く緑色を帯びた青首大根。スーパーでは一年中見かけるけれど、本当の旬は今、春3月から5月にかけて、冬の大根よりもずっと水分をたっぷりと含み、その透明感あふれる美味しさは今しか味わえない。世の中には大根の葉を食べるべきか、それとも捨てるべきかという小さいけれど意外と根深い論争がある。もっともそもそもスーパーに並ぶ大根の多くは最初から葉を落とされて売られている。それにはちゃんと理由があるのだという。大根は土から引き抜かれた後もかすかに生き続ける。そして葉がついたままだと、その葉はまだ見ぬ
新たな葉を育てようと根から必死に水分と養分を吸い上げてしまう。結果、大根の本体はどんどんしおれ、みずみずしさを失っていく。だから葉は切り落とされてしまうのだ。けれど今日私が出会った大根には、青空に向かって手を広げるような生き生きとした葉が確かに残っていた。ほんのり日に焼けた少しざらりとした手触り、柔らかな緑色に春の光が宿っている。そんな葉を前にして捨てるという選択肢など思い浮かぶはずもなかった。この美しさを、この命の続きのような葉をそっと料理に迎えよう。それは小さな自然への私なりの返事だった。さて、今日のもう一つのメインディッシュはお好み焼き。数ヶ月間、心のどこかでずっとくすぶっていた。ああ、そろそろあの香ばしくて温かな味をもう一度味わいたい。そんな衝動についに抗えなくなったのだ。お好み焼き、小麦粉、鶏卵、キャベツ、そして甘く濃いソース。鉄板の上でジュージューと音を立てて焼き上がるこの料理には、大きく2つの流派が存在する。一つは関西流、もう一つは広島流。関西流は豚肉を除くすべての具材をあらかじめ混ぜ合わせてから焼き上げる。ふわりとひとまとまりになった生地に焼き目をつけていく。対して広島風は層を重ねる美学だ。一番下に生地、その上にたっぷりのキャベツ、さらに中間には炒めた麺を挟み、仕上げに目玉焼きを乗せて、一つ一つを積み上げるようにして完成させる。子供の頃、なぜか埼玉県出身の母がよく広島風お好み焼きを作ってくれた。キャベツを山盛りに積み上げ、そっと押しつぶし、また重ね、それは手間と時間のかかる料理だった。鉄板に広がる湯気、焼ける音、ソースの甘い香り、すべてが台所いっぱいに満ちていた。けれど自分で作ったことは実は一度もなかった。母のあの繊細な手順を再現する自信が私にはなかったからだ。だから今日私が選んだのは大阪流のお好み焼き。シンプルにけれど心を込めて。昔はすべての具材を混ぜてから焼くだけだった。でもあの日、仕事で大阪を訪れた時、会社の先輩が仕事終わりになんてことない普通のお好み焼き屋さんに連れて行ってくれた。でもそのお店で食べたお好み焼きが私の常識を変えた。一口頬張った瞬間、驚いた。シ
シャキシャキとしたキャベツの歯ごたえ、ふんわりと軽やかな生地、そしてジューシーで香ばしい豚肉が絶妙なバランスで絡み合う。これが本場のお好み焼きなのか、そう思った。簡単に作れる料理だと思っていたものが、こんなにも奥深く、こんなにも感動を生むものだったのか。それ以来私は決めている。豚肉は生地とは別に焼く。鉄板の上でしっかりと香ばしさを引き出してからそっと生地にのせる。ほんの少しの手間をかけるだけで、あの時大阪で味わった感動がまたテーブルによみがえる。台所に立つと再び心が静かに踊り始める。鉄板の上でジュージューと踊る音、舞い上がる湯気の向こうに懐かしい記憶とこれから始まる小さなごちそうが優しく浮かび上がってくるのだった。たとえキャベツがたっぷり入ったお好み焼きを食べる日であっても、私はいつも別の形で別の野菜たちを食卓に迎え入れることを忘れない。例えば柔らかく煮含めた根菜の煮物、あるいはじんわりと旨味を吸い込んだナスの揚げ浸し。それはほんの少しの手間とちょっとした工夫で体と心のバランスを整える私なりの知恵のようなもの。昔どこかのテレビ番組か本で見た言葉が今も心に残っている。食の多様性は健康の鍵です。いくら体にいいものだとしても、同じものばかり食べ続けるのは体にとっても心にとっても決して良くないのだと。それ以来私はなるべく一日の中で多くの種類の食べ物を摂るようにしている。ほんの少しずつでもいい、それぞれの素材にちゃんと出番を与えてあげたい。とはいえ一人暮らしをしていると理想だけでは回らない。単品で売られている野菜は少なくて、買えばいつも袋ごと束ごとだから、一度買った食材は数日間かけてあの手この手で料理に変身させる。キャベツが続けば千切りに、炒め物に、スープにと、まるで連続ドラマのように日々形を変えていく。でもそれにも限界はある。使い切れずにしおれてしまうのを見るのはいつだってちょっと悲しい。だから最近は冷凍という小さな魔法を使うようになった。素材そのままでもいいし、下味をつけてからでもいい。少し先の未来の自分に手渡すようにして保存する。冷蔵庫の奥で静かに眠る野菜たちは、ある日ふと思い出された時、新しい料理に生まれ変わる。それはちょっとした再会みたいで嬉しいものだ。
人生とは理想と現実の間を行ったり来たりする旅路だと思う。いつも完璧にはいかない。だけど、たとえ小さなことでも理想を完全に諦めないことが大切なんだと思う。例えば、来週の買い出しでまだ出会っていない食材を一つ選んでみること。それだけで日常は少しだけ彩りを増し、暮らしに新しい物語が加わっていく。そうやって私は今日もキッチンで小さな選択を重ねていく。未来の自分がほんの少し笑顔になれるように。さて、お腹も満たされたところで、午前中にやり残した仕事にそっと手を伸ばす。背に腹は変えられない。必要なものがあるならもう買うしかない。そんな風に自分を説得しながら、コンビニで手に入れた少し頼りなさげなドライバーを手に取る。横でモンチが手伝おうかと言わんばかりにこちらを見ている。大丈夫。その気持ちだけでもう十分だよ。説明書はまるで異国の古文書のようだった。なんとか読み解いてみれば意外とシンプル。まずはカーテンレールを取り出す。そこにロールスクリーン用のレールを取り付ける。ただそれだけのはずだった。でもいざ取り付けるとなると思い知る。女一人ではやはり限界があるということを。約2メートルもあるロールスクリーンをたった一人で持ち上げ固定するなんて無理だった。なので父親にお願いするしかなかった。父が来てくれたおかげで夜には無事にロールスクリーンが取り付けられていた。これで私たち二人の小さな暮らしにも一つ新しいプライバシーが加わった。ありがとうモンチ。今日も一緒に頑張ってくれてありがとう。一日お疲れ様。それじゃあまた明日。